こんにちは、アカデミアの富尾です。今回はサロンポピュラーベーシック56になります。今日はベール第2弾として基礎カットをもとにベールのショートレイヤーをカットします。レイヤーカットを基本にベールをかぶったようなヘアスタイルを作ります。以前、ビダルサッスンチームが発表したスタイルにベールといった作品がありました。それをヒントに前回ベールマッシュルームをカットしました。しかし今でしたら女性のスノーボーダーがキャップをかぶりロングヘアをなびかせながらゲレンデを滑るイメージでヘアを創作しても良いでしょう。以前サロンスタイルでも取り入れましたが、ベールの部分が柔らかな感じになり個性も出て活かし方次第では女性的で素敵なヘアスタイルになりました。基礎カットが元になりますので決して難しくありません。要ははっきりしたイメージを頭に描きカットすることです。美容師としての楽しさはカットの基本を生かしてイメージやアイデアを膨らませてヘアスタイルを作り出すことです。このチャンネルは世界各国の言語で見ることができます。YouTube の翻訳機能を使いご覧いただけます。では早速動画をご覧ください。今回は前回カットしたベール風マッシュルームボブからベールのショートレイヤーをドライカットで作ります。スノーボードをしている時のロングヘア女性がキャップから出ているヘアをイメージしカットしてみましょう。アイデア次第では個性が強調され今でも使える技術だと思います。では早速ベール第2弾として今回はドライカットでレイヤーをカットします。まずフロントサイドからカットします。前頭部と後頭部を分けて目尻の上がったラインでブロッキングします。フロントサイドからこの中間ぐらいのところにワンブロック取ります。フェイスラインと下のベール部分は除いてこのもみあげ部分からカットを始めます。パネルの角度を引き上げ前下がりにチョップカットをします。長さの目安は耳上が少しかぶさるぐらいの長さにします。できましたら次のセクションを分け取り、今カットした下をガイドにパネルを床に平行ぐらいに引き上げチョップカットをします。そうしましたら最後のセクションです。フェイスラインのベール部分を除き下をガイドに床に平行にパネルを引き上げチョップカットします。はい、このようにカットします。次に反対側も同じようにカットを進めます。まず前頭部と後頭部を分けて目尻の上がったラインでブロッキングします。ベールの部分を残し、もみあげ部分前下がりに耳が少しかぶさるぐらいの長さにカットします。次からは同じ要領でカットを進めます。できましたら両サイド同じようにカットできているかどうかチェックします。カットできているようですのでバックをカットします。バックはベーシックに下側からカットを始めます。まずセンターで分けて頭の一番出ているところより少し上ぐらいにブロッキングします。次にセンターで分けてトップからフロントの長さをイメージしてこの襟足の長さをチョップカットします。ここはレイヤーの元になるガイドを決めるカットですので全体のレイヤーのイメージをつかんで長さを決めてカットすることです。イメージ的にはこの図のように綺麗な頭の形をイメージしてカットすることです。基本的なことですがこの破線図のカットラインのことをイメージラインと呼びます。理想的な頭の形をイメージしてこの元になる襟足の長さを決めます。次は少し斜めスライスしてフロントサイドへとこのようにスライスラインを取ります。そして次はこのようなスライスラインになりこのようになります。最後のフロントサイドのスライスラインは破線のように
今までのカットラインを見ながら横スライスに近いパネルに取りカットします。ではカットしてみます。図のように縦スライスに近い斜めスライスで取りカットします。斜めでスライスを取り、綺麗な頭の形をイメージして横のガイドを見ながらカットを進めます。このセクションはだいぶ横になってきました。最後のパネルはヘムラインのベール部分を残して横スライスに近く引き出し、今までカットしてきたカットラインを見ながら延長線上でカットします。図で示した通りです。では反対セクションもカットします。もちろん同じようにカットを進めます。ヘムラインのベールの部分を残してカットします。できましたらバックセクションをカットします。トップの球体の部分を残しブロッキングします。センターで分けて横スライスに近い斜めスライスで取り、ここのガイドが見えますので、この下のガイドの角を落としながらイメージラインに沿ってチョップカットを進めます。フロントサイドに向かってカットしていきます。最後の部分はベール部分を残し、横の流れを見ながらチョップカットします。反対側も同じようにカットしていきます。ガイドの見つけ方は上のガイドと下を見つけたら中間部分は見なくても大丈夫です。あとは同じ要領でカットします。次にトップセクションです。いつも僕がやっているように頭を四角くイメージして、ここの対角線上からバック中心に向かって逆三角形に取ります。これはトップの横幅のガイドを作るためにこのように取ります。このように取ったら綺麗な頭の形をイメージして角を取りながら丸くカットしていきます。次にセンターで分けて縦スライスに取りカットしていきます。トップで作ったここのところまでは縦スライスに取り丸くカットしていきます。次は斜めスライスに取りフロントサイド方向からトップに向かってカットしていきます。はい、ここにガイドが見えますので、横からこのガイドを経由してトップ中心部へと丸くカットしていきます。反対側も同じようにカットを進めます。フロントサイドへとつないでいきます。これでバックセクションのカットが終わりました。
次にトップはモヒカンガイドを取り出し、ここにバックのガイドがありますので、ここからフロントに向かってカットを進めます。床に平行もしくは前髪に向かってやや短くなるようにカットしていきます。センターで分けて横のカットラインからトップに向かってカットしていきます。次のパネルも横のカットラインからトップモヒカンガイドに向かってカットしていきます。前髪部分はチェックカットを兼ねてベール部分を残して横スライスでチェックカットします。反対サイドも同じようにカットしていきます。横スライスでバックに向かってチェックカットしていきます。トップ部分はバック部分の紙も引き上げチェックカットします。これでドライカットはできましたので、そぎの足りない部分や重たいところを削いでいきます。すでに前回のカットでも削いでいますので、あまり削ぐところはないのですが、かなり短くカットしましたので、重たい部分や毛先の表情を見ながら削いでいきます。フロントサイドから削ぎを入れます。中間から毛先に向かって削ぎます。トップの紙は毛先中心に削ぎます。横から見て感じて、この辺が重たいと感じたところを削いでいきます。反対側も同じように、まずはもみあげ部分から削いでいきます。
そしてトップへと削いでいきます。前髪部分も重たいところを削いでいきます。バッグも重たいところを空間を作るように削いでいきます。最後に耳周りのベールをカットして短くします。残したいところを決めてベールを部分的に残していきます。では全体を手で触りながらチェックしていきます。ドライカットができました。カットができましたので仕上げます。今回はウォーターグリース、このクールグリースを使って仕上げます。後々かぶった帽子にもつきにくく、アレンジしやすく、水で簡単に落ちやすいジェルです。親指の太さぐらいの量を取って全体につけていきます。髪の立ち具合や立体感、毛流れを見ながら仕上げていきます。だんだん仕上がってきました。
横から見たところ、そして後ろです。反対側です。そして正面です。出来上がりです。はい、仕上がりです。ベール部分を動かして仕上げてみました。はい、今回は第2弾としてベール風ショートレイヤーをカットしてみました。ベースラインやヘムラインの紙はすでに残していましたので、あとは基本に近いカット方法でなるべく簡単に切れるようにショートレイヤーをカットしています。ベールの長さや残す部分によってイメージが変わり、作っていて楽しいヘアスタイルです。あなたのアイデア次第で多くのクリエイティブなスタイルを作ることができます。お客様の個性を見ながら、また髪の生え方など活かしてカットすることで、その人の個性が出てきます。それでは皆さん、もしこのチャンネルが良いと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載してますので、よかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。